鏡を見るたびになんだか髪のボリュームが減ったかなとか、最近抜け毛が多いかもって感じることはありませんか？今回はですね、そういった多くの女性が抱える髪の悩みについて、医学的な視点からその原因と解決策を一緒に見ていきたいと思います。まあ難しいお話というよりは、科学の力で希望を見つけていく、そんな解説です。まず、こんな一人の女性のお話から始めさせてください。46歳の彼女は、ここ3年くらい髪がだんだん抜けて薄くなってきたことにすごく悩んでいました。もしかしたら、あなたもどこかで同じような不安を感じたことがあるかもしれませんね。そうなんです。この悩みって決して彼女一人だけのものじゃないんですよね。じゃあ一体全体、私たちの髪の根っこ、つまり毛根では何が起こっているんでしょうか。この解説でその科学的なメカニズムを一緒に探っていきましょう。さて、その謎に本格的に迫っていく前に、まずこの女性の髪の悩みがどれほど多くの人に共通していて、そして実はものすごく複雑な背景を持った物語なのかというところから見ていきましょう。この 56% っていう数字、どう思いますか？ちょっとびっくりしますよね。これ70歳以上の女性のなんと半分以上が程度の差はあれど女性型脱毛症を経験するということを示しているんです。つまりこれって誰にでも起こりうるすごく身近な問題だということなんですね。では、いよいよ核心に迫っていきましょう。なぜ髪は薄くなってしまうのか。ここからは髪が細く弱々しくなっていく現象の裏側にある科学的なメカニズムをちょっと覗いてみたいと思います。まずは健康な髪のサイクルから見ていきましょう。髪の毛ってただずっと伸び続けているわけじゃなくて、成長期、退行期、休止期っていうサイクルをぐるぐる繰り返しているんですね。で、特に大事なのがこの成長期。通常は数年も続くこの長い期間があるからこそ、私たちの髪は太く長く成長できるわけです。さあ、ここで一番大事なキーワードが出てきます。それがこの毛包のミニチュア化。これ一体何かというと、髪の毛を作る工場である毛包が何らかの原因でだんだん小さく縮んでいってしまう現象のことなんです。このスライドを見るとその変化が一目瞭然ですね。左が健康な状態で、右が脱毛症のサイクルです。見てください。成長期がぐっと短くなって髪が十分に育つ前にお休み期間に入っちゃってるんです。これ例えるなら、青々と茂っていた大きな木がだんだんと弱々しい盆栽になってしまうような、そんなイメージです。結果として生えてくる髪は細く短くなってしまうというわけですね。じゃあどうしてそんな風に大事な髪の工場である毛包が小さくなってしまうんでしょうか。実はその引き金は一つではなくて、いろいろな要因が複雑に絡み合っているんです。主な要因として考えられているのが、まずホルモンバランスの乱れ、それから遺伝的な体質、あとはストレスみたいな環境要因ですね。ここで本当に大事なのは、男性の脱毛症と比べて女性の場合はこれらの要因がより複雑にデリケートに絡み合っているっていうことなんです。この引用文はまさにその複雑さを象徴していますね。昔は男性と同じように男性ホルモンが主な原因だと考えられていたので、男性型脱毛症と同じ名前で呼ばれていたんです。でも今は女性型脱毛症という言葉が使われるようになった。これっていやいや男性ホルモンだけが原因じゃないぞと、もっといろいろな角度から見る必要があるという医学の進歩を表しているんですね。原因がこんなに複雑となると、じゃあお医者さんはどうやって診断を下すんでしょうか。ここからはプロがどこを見ているのか、その診断のポイントに迫ってみたいと思います。では、専門家が見る女性型脱毛症のサインって具体的にどんな感じなんでしょうか。もしかしたらあなたが鏡で見て気になっていることと何か共通点があるかもしれませんよ。はい、こちらがその典型的なパターンです。左が初期の段階。こんな風に頭のてっぺん、いわゆる分け目のあたりがちょっと目立ってくるんですね。で、右のように進行するとその範囲が全体的に広がっていく感じです。でもここで一つすごく大事なポイントに注目してほしいんです。それは男性によくあるように生え際が後退していくんじゃなくて、前髪のラインは保たれることが多いっていう点。これが大きな違いなんですね。というわけで診断のポイントをまとめると、まず頭頂部を中心に薄くなること、生え際は保たれること、それから髪の太さが一本一本バラバラになること、そしてここが一番の希望の光なんですけど、毛穴自体はちゃんと残っていることが多いんです。
これってまだ毛包が髪を作り出す力を完全に失ってはいない、つまり回復の可能性があるという大事なサインなんですね。さて、原因やパターンが分かったところで、じゃあどうすればいいのっていう話ですよね。いよいよ最も気になる治療の選択肢についてです。ここからいろいろな方法をご紹介しますが、あくまで情報提供として聞いていただいて、ご自身の治療については必ず専門のお医者さんに相談してくださいね。まず、治療の王道というか、基本中の基本となるのが、このミノキシジルの外用薬です。これはアメリカの FDA、日本の厚生労働省みたいなところですね。そこが女性型脱毛症に対して唯一公式に効果を認めているお薬です。いわば治療の第一歩となる最もスタンダードな選択肢ですね。でもですね、実際の医療の現場では公式な承認はないけれど、効果が期待できるということで使われている適用外使用のお薬もたくさんあります。これはもともとは別の病気のために開発されたお薬をお医者さんの判断で脱毛症治療に使うっていうことですね。例えば飲むタイプのミノキシジルとか、ホルモンに働きかけるスピロノラクトン、フィナステリドといったお薬がそれにあたります。それぞれ違う角度から脱毛の原因にアプローチするために使われるんです。お薬だけじゃないんです。クリニックなんかで受けられるいわばスペシャルケアみたいな処置も重要な選択肢になってきます。例えばマイクロニードリングはわざと頭皮にすごく小さな傷をつけて肌が本来持っている治癒能力を引き出してあげる。 PRP 療法っていうのはご自身の血液から成長因子がたっぷり入った成分を取り出して、それを直接頭皮に注入して毛包を元気づけるという方法です。他にも特殊な光を当てたりレーザーで刺激したりと、本当にいろいろなアプローチがあって、これらを薬と組み合わせることでより高い効果が期待できることもあるんです。さて、ここまで様々な原因や治療法を見てきました。この知識をもってもう一度一番最初のあの女性のケースに立ち返ってみましょう。彼女には一体どんな道筋が考えられるんでしょうか。彼女の診断結果、実は一つじゃなかったんです。加齢なんかが原因の典型的な女性型脱毛症に加えて、一時的に抜け毛が増える旧式脱毛、そして男性ホルモンが少し優位になる体質、こんな風に複数の原因がまるでパズルのピースみたいに組み合わさっていることって実は決して珍しくないんですね。だからこそ治療も一つの方法じゃなくて、こういう多角的な治療計画が提案されるわけです。まずホルモンに働きかけるお薬で脱毛と彼女が気にしていた多毛症の両方をケアする。次に発毛を直接促すミノキシジルを追加する。そしてお薬の特性上避妊についてもきちんと説明して、最後は客観的な写真で効果をしっかり確認していく。まさに彼女のためだけに作られたオーダーメイドのアプローチと言えますね。そしてこの最後の言葉がまさに現代の女性の薄毛治療の核心をついています。作用基準の異なる薬の組み合わせが一般的に用いられる。つまりたった一つの方法に頼るんじゃなくて、いろいろな角度からアプローチしていくことこそが効果的な治療への一番の近道なんだということですね。科学の進歩によって女性の髪の悩みはもう一人で抱え込むようなものではなくなってきています。原因を正しく知って正しい選択肢を知ること、それが未来を変えるための本当に大きな第一歩です。今日のこの解説があなたが自信を取り戻すための新しい章の始まりになることを願っています。